はみかん牛乳プリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、みかん牛乳プリンを作っていきたいと思います。このプリンなんですが、今回はゼラチンを使ってね、プリンを固めていくので、混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。牛乳プリンもね、プルプル食感でとても美味しいね、みかん牛乳プリンです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。みかんの缶詰、牛乳、お砂糖、練乳、粉ゼラチン。今回はこちらの5つの材料で作っていきます。まずみかんの缶詰ですね。こちら1缶使っていきます。グラムで言うと中身ですね、固形物が 240g になります。全体でね、こちら 425g なんですが、みかんの実しか使わないので実質 240g を使っていきます。そしてお砂糖ですね。こちらは上白糖を使います。このお砂糖に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そして今回プラスですね、練乳も加えていきます。練乳を加えることで牛乳の濃厚さがアップしてとても美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、一番初めに牛乳を3つに分けていきます。今回ね、400ml の牛乳を使うんですが、1つはゼラチンをふやかす用、もう1つはゼラチンを溶かす用、もう1つはですね、そのまま何もせずに使う牛乳です。こちら3つに分けます。まず初めにですね、200ml ずつ分けましょう。そしたらですね、片方はこちら 200ml のまんまですね。こちらはゼラチンを溶かす用で使っていきます。そしてもう片方の 200ml から大さじ2杯取ってください。この大さじ2杯の牛乳はゼラチンをふやかす用、大さじ2杯なのでこちら 30ml になります。残りの 170ml はこのまま使っていきます。温めたりね、何もしなくて OK です。ただ冷蔵庫に入れてね、キンキンに冷やしてしまうとゼラチンのつぶつぶができる原因になりますので、室温で15分ほど置いていただくといいかなと思います。このように分けたらですね、冷蔵庫に入れずに置いといてください。では続いてこちら粉ゼラチンをふやかしていきます。こちらはですね、牛乳を分けた後必ず一番初めにふやかすようにしてください。器に粉ゼラチンです。そして先ほど分けた牛乳を入れます。こちら冷たい牛乳ですね。そして一度よく混ぜましょう。ゼラチンもね、こうやってふやかさずに使えるタイプもいろいろあるんですが、このようにやっていただければね、全てに対応していただけるかなと思います。少しね、もったりしてくるまでしっかり混ぜてください。この時ね、ゼラチンがダマにならないようにきちんと混ぜましょう。はい、OK です。このようにね、もったりするまで混ぜてください。そしたらこちらのね、ゼラチンはこのままふやかしておきましょう。それでは続いてみかんですね。こちらは中のね、シロップとみかんの実を分けていきます。こちらざるにあけましょう。はい、OK です。それではね、プリンの容器を用意してください。今回は 150ml のプリン容器を使っていきます。ここにみかんを入れていきます。適当にね、入れちゃって OK です。はい、このようにみかんを入れます。それではね、残りも同じように入れてください。はい、全部入れ終わりました。今回は 150ml の容器5つ分になります。それではこちらを使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いてこちら 200ml の牛乳ですね。こちらを耐熱のちょっとね、余裕のあるボウルに入れてください。そしてこちらをラップはせずに電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。お風呂の温度よりもちょっと熱いぐらいになってれば OK です。電子レンジの種類と、あとはその時の牛乳の温度によって適正な加熱時間が変わる場合があります。注意していただきたいのが、この牛乳を沸騰させないようにだけ加熱するようにしてください。沸騰させてしまうと牛乳の風味が変わったり、あとはね、膜ができてしまうので注意してください。もしね、電子レンジを使いたくない場合は、小鍋などを使って沸騰直前まで温めてください。そしたらここにふやかし
しておいたゼラチンを入れます。今ねこのように固まってる状態です。これを温かい牛乳の中に入れて、そして溶かしましょう。砂糖とか入れるとねちょっと温度が下がってくるので、一番最初にねゼラチンを入れて溶かしてください。ふやかしておくとね綺麗にゼラチンが溶けてきます。仮にですね1分30秒加熱しても人肌程度ぐらいまで温まってない場合はプラス10秒ずつ加熱してみてください。はい、ゼラチンが綺麗に溶けました。このようにすくった時にゼラチンのつぶつぶがなければ OK です。ここでねきちんと綺麗に溶かしてください。そしたらこの中にお砂糖とあとは練乳を加えます。これでよく混ぜましょう。お砂糖のねシャリッという感じがなくなるまでしっかりね混ぜてください。はい、 OK です。今ねこの状態でだいたい人肌程度ぐらいの温度になってます。そしたら続いてこちら何もしてない牛乳ですね。今冷蔵庫から出してだいたい15分から20分ぐらい経った状態の牛乳です。こちらをこの中に入れていきます。あんまりねこの牛乳がキンキンに冷えすぎてると入れた時にねつぶつぶができてしまう時があります。なので先ほども言いましたが、こちらの牛乳は使う前に冷蔵庫から出して軽く室温でね常温に戻しておいてください。これねなんでね2つに分けてるかというと、このゼラチンの生地はですねしっかり冷えないと固まりません。牛乳を全て温めてゼラチンと混ぜても作れるんですが、途中でねこの何もしてない牛乳を入れることでこの生地の温度が下がるので固める時間を短縮することができます。なのでねこのように作ってます。ではこちらを流し入れます。そしてよく混ぜましょう。こうやっていただくとゼラチンのつぶつぶもできずに綺麗な仕上がりになります。これで一度しっかりね混ぜてください。はい、 OK です。それではですね冷蔵庫から冷やしておいた容器を取り出してください。そしてこの中に入れます。だいたい8分目9分目ぐらいまで入れていただいて OK です。お好みの量だけ入れてください。はい、こんな感じです。それではね残りも同じように入れていきます。はい、全部容器に入れました。今回は 150ml の容器5つ分になります。そうしましたらこちらを冷蔵庫で3時間しっかり冷やし固めてください。固める時はですね上にふんわり生地がくっつかないようにラップをかけておきましょう。はい、今ね3時間経ちました。このようにねしっかり冷やし固まってれば OK です。この冷やす時間はですねお使いの冷蔵庫の環境によって固まる時間が変わる場合があります。なのでこちらの時間は参考にしてみてください。このように彩り鮮やかでとても可愛くね仕上がってます。これで完成です。はい、これでみかん牛乳プリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねみかんがたっぷりで美味しそうに仕上がってます。ではすくいたいと思います。牛乳プリンはねとてもプルップルな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もうみかんたっぷりですね。ではいただきます。もうみかんがねみずみずしくて牛乳プリンがプルップルです。すごく美味しいです。そして味もねすごく濃厚です。このプルップルで柔らかさがちょうどいい仕上がりになってます。甘さもバッチリです。すごくね練乳のコクが効いてて濃厚な仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のみかん牛乳プリンのポイントです。まずですねみかんの缶詰なんですが、今回ねみかんの実だけで 240g 使用してます。こちらは目安にしてみてください。このみかんの入れる量に関しましてはこちらはお好みで OK です。牛乳プリンをより楽しみたい場合は半量ぐらいで作っていただいても大丈夫かなと思います。そして牛乳プリンを作る時なんですが、まずはじめにですね牛乳を3つに分けてください。今回ね牛乳はトータルで 400ml 使ってるんですが、まず2つに分けて片方から大さじ2杯取ってください。なので量で言うと 200ml、170ml、30ml このように分けるようにしてください。そして作る時はまずはじめにですね必ずねゼラチンを牛乳でふやかすようにしてください。この時に使う牛乳は取った大さじ2
杯の 30ml の牛乳になります。そしてふやかしている間にみかんを容器に入れて、こちらの容器をですね使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。続いて牛乳でゼラチンを溶かす時なんですが、この時は 200ml の牛乳をレンジで加熱して、沸騰直前ぐらいまでですね、お風呂の温度よりも熱いぐらいですね、そのぐらいになるまで加熱してください。今回はね1分30秒加熱してますが、この加熱時間はその時の牛乳の温度や、あとはレンジの種類によって適正な加熱時間が変わる場合があります。なのでこの加熱時間は様子を見ながら調整してください。ただ沸騰させてしまうと膜が張ってしまいますので注意していただけたらと思います。もしね電子レンジを使いたくない場合は、こちらは小鍋などを使って沸騰直前まで加熱してください。さらにですね、電子レンジ 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。そして牛乳を温めた後はふやかしておいたゼラチンを加えて、そしてゼラチンがですねしっかり溶けるまでよく混ぜてください。もし仮にですね混ぜてる最中に牛乳が冷めてしまってゼラチンが溶けきれない場合は、もう一度ねそのまま軽く電子レンジで加熱してみてください。だいたい10秒ずつ加熱して様子を見てみてください。そしてその後お砂糖と練乳を加えてしっかり混ぜて、そして残りの 170ml の牛乳を加えてください。この牛乳もですね作ってる最中に冷蔵庫に入れてキンキンの状態になってしまうと、合わせた時にゼラチンのつぶつぶが出てしまう場合があります。なのでこちらはですね牛乳を分けてからそのままね室温の状態で置いとくようにしてください。あとはですね容器に流し入れてそのまま冷やし固めるだけなのですごく簡単です。今回私はね3時間ほど冷やしたんですが、こちらはですね生地の温度や、あとは冷蔵庫の環境によって固まる時間が変わる場合があります。なのでこちらの冷やし時間は参考にしてみてください。そして今回ですねより濃厚な仕上がりにするために練乳を加えてます。こちらもしない場合はお砂糖だけでも大丈夫です。その場合は砂糖をね大さじ4杯入れていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はみかん牛乳プリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。